Figma 2025チュートリアルというわけでやっていきたいと思います。どうもこんにちは、はじめまして、かいくんです。この動画ではですね、Figma をこれから使いたい方向けに、実際に僕が使うやり方をねお見せしながら、一緒にデザインしながら、使い方をね学んでいけるっていう動画になります。で、今回はちょっと後でお見せしますけど、こういうバナーをね作っていくことになります。はい。ちょっと難しそうに見えるかもしれませんけど、Figma の基本的な操作を、結構なるべく丁寧に、説明しながらですね、一緒に作っていくことによって、やっぱりやり方とか使い方が慣れてもいきますし、理解していけるのかなと思ってますので、ちょっと時間はかかるかもしれませんけど、ちょっと一緒にね手を動かしながらね、Figma をこれからね使いたいって方はぜひ一緒にやっていただければなと思ってます。でですね、この動画ではかなり具体的な使い方を説明していくんですけど、そもそも Figma って何なのかとか、どういう機能があるのかとか、ざっくりした要素の説明とかをからやりたいという方は、こちらにですね、僕が2024、25最新版のね、1時間ぐらいの尺なんですけども、Figma の使い方の動画出しておりますので、こちらを見てから、なんとなく掴んでから、使い始めた方がね、この動画でいいかなとは思っておりますので、この動画もね、ぜひ見ていただければと思ってます。はい、それではですね、まず最初にこの動画で何をやっていくのかっていうのを説明してから、一からね、使い方とか、作り始めていこうかなと思うんですけども、この動画ですね、このバナーをね、一緒に作ります。はい。これ私がね、さっきご紹介した Figma の使い方の、ものになりますのサムネイルですねのこれを作ります。はい、これは僕じゃなくてね、イラストのアイコンに変わってますけど、この辺のやり方とかもねご説明しながら、これを作るっていうのをゴールにして Figma の使い方っていうのをやっていくと、そういう動画チュートリアルになってます。多分 2,3 本分になるかなと思ってます。はい。一見ね難しいかなって思うかもしれませんが、分かりませんけども、今回はですね、僕がねもうこれ作ってるバナーから置いてるこの素材たちがねもうありますので、サイズの変更とかもほぼしなくてもいい状態に持ってきてますので、基本的にはねこれをどう配置するかとか、その配置する時の編集というかサイズをいじるとか、位置をね変更するとか、どの辺でやるのかっていうのをやる、だけといえばだけで済みます。文字をね置くとかも同様ですね。はい。なので、そんなに難しくはない。確かに初めての方にとっては難しいと思うんですけど、はい。できますよっていうものになっているかなと。で、これをね、作ることによって、実際にね、こういういろいろね、あるじゃないですか。右側にパネルとかね、いっぱいあるんですけども、この辺とか、ここで何ができるとか、こういう状態だとこういうことができるんだみたいなのも、ちょっとなるべく喋ってね、お伝えしていこうかなと細かく思ってますので、ぜひやっていっていけたらなと思ってます。で、質問がありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてください。コメントで教えるかなと思います。はい。はい、それではですね、早速やっていきましょう。まずこの動画では、最初に下準備するとこまでやろうかなと思ってます。なので、まず最初ですね、Figma 使ったことない方はですね、Figma って調べていただければデザインツールとかで、このページがね、出てきますね。日本語に対応していただいてます、Figma はね。英語と日本語版、この2つだけあるんですよ。ありがたいですね。はい。というわけで、無料で始めるとかからね、アカウント作っていただければいいかなと思います。で、その際にですね、これブラウザでも動くんですよ。Figma っていうのはすごいことでいい。ただ、個人的にはね、ちょっとアプリをね、僕は落としてるので、MacOS 用のアプリがあるんですけど、それを落として僕は使ってますので、できれば多分アプリを落としてもらった方がいいかなと思います。多分ログイン後に確かアプリを落としますかっていうおすすめが出てくるかなと思うんですけど、出てこなかった場合は、はい、このページからアプリダウンロードできます。この製品ってやつを押してもらって、若干分かりづらいんですけど、ダウンロードってところがあるので、こちら押していただくと、アプリとかのねダウンロード動線があります。はい。で、ここにですね、MacOS 用と Windows 用とか、Windows の中でも ARM チップのもの用とかね、ありますので、ここでダウンロードできるかなと
思います。はい。なのでダウンロードしていただけるといいんじゃないかなと思ってます。ブラウザのまま使うこともできるんですけど、ブラウザを使うとき初めての方はですね、このフォントインストーラーってやつを入れないとですね、自分のパソコンに入ってるフォントを Figma でこうなんか同期するみたいなことが、最初このインストーラーってやつを入れないとね、やってくれないので、これ入れてもらう必要性があります。アプリの場合はね、大丈夫だったはずです。ここに書いてますね。Figma デスクトップアプリには含まれてますと書いてるので、多分大丈夫ですが、ブラウザでも使えるんですけど、ブラウザでやる方は、インストーラーでインストールしといてください。フォントインストーラーを。はい。はい。って感じでですね、ダウンロードをすると、ちょっと僕のファイルだとね、もういっぱい使ってるなんかいろいろ出てくるんですけど、こういったような、画面出てくると思います。で、皆さんは、この新規作成っていうところから、この辺とかでもなんかありそうな気がするんですけどね、この辺とかにもなんか出てきているような確か記憶があるんですけど、この新規作成のところから、このデザインファイルっていうやつをまずはクリックして、デザインのファイルを作って開いてください。はい、これと一回押してみると、こんな感じで無題のね、ファイルができます。ここでデザインをする場所になりますという感じですね。タイトルとかもこの辺でいじれますと。はい、この辺の詳しい説明はですね、さっき最初に説明した2025最新版の Figma の使い方みたいなやつでやってますので、はい、細かいところはですね、そちらも覗いてみてください。で、ここまで来て、まず一旦最初のステップ完了という感じです。でこの次なんですけど、この何もないところから、もちろんやっていただいてもいいんですけど、先ほど言った通り僕がね今回いろいろ素材とかね用意してるって言ってたと思います。この辺ですね。はい、あと今回このステップごとにですね、まずこれをやる、次これやる、次これみたいなものを一応僕の方でね、台本みたいな感じでもあるんですけど、作ってますと。なんかこの流れでなるべく作っていきます。ちょっとライブでやるんでどうなるかはちょっと多少あるかもしれません。変更は。ただこれでやっていくのってこの辺コピーしといた方が自分の手元にねここにあった方が多分動画なんかこうちっちゃいと思うんでこっちね自分のところに持ってきた方が見やすいと思うんですよ。で、この動画の概要欄の方にですね、この今映してるこのファイルですねのリンクを貼っておきますので、そちらからねアクセスしていただくと多分このファイル開けるはずです。ただこのまま編集とかできないようにさせていただいてます。じゃないと僕の方に課金が走っちゃうんですよね。なんだけど自分の手元に置くことができます。どうやるかっていうとこれを全部ドラッグ&ドロップでしたっけ？違うね。なんかもうこれドラッグか。ドラッグで選択してもろて、この状態でねコピーしていただいて自分のところにこうペッて貼り付ければ自分のところにこれ持ってくることができます。なんと僕のデータをねもらえるんですよ。はい。なのでこれドラッグで全部選択してこの上の方のね、はい、選択してもろってで、ショートカット分かる方は、Mac だったらコマンド C、やってもらって、こっち持ってきて自分のねところを開いてコマンド V ってやるとこんな感じでビヨーンって、全部コピーすることができますと。はい。Windows の方はなんだっけ、コントロール C、コマンド V とか、あとこれ右クリックでも多分いけんじゃないかな。こうコピーとかね、やっていただいて、こっちまたペーストみたいな、ここに貼り付けとかやってもらえれば、ペッてこう、貼れると思うんで、はい。おのおのの方法で、まずここに持ってきていただければなというふうに思います。はい。で、ここに持ってきたらですね、もうここからじゃあ、早速スタートしていくんですけども、まずはね、このファイルに名前つけましょうか。はい。無題なんで、これ何でもいいです。自分のね、こう好きな名前をつけていただければと思います。俺は何にしようかな。こんな売ってもらえればね、もう普通にできるんで、かいくん Figma 2025チュートリアルとかでいいですかね。何でもいいですよ。はい。やってもらったら、一旦ね、OK というところで、じゃあ、ここから作っていくところの、もうちょっと準備段階のところまでやって、この動画一旦締めたいなと思うんですけども、まずこれですね、どこに、このね、バナーですね、完成形がこれなんですけども、はい、これね。なんだけど、これをじゃあどこに作っていくかっていうのをまずこう範囲をね決めないといけないんですよ。Figma っていうのはね、他のデザインツールでも同様かなと思うんですけども、そのためにこの枠のフレームっていうんですけどをまず作りましょう。このバナーのサイズのね、はい、この完成形のこのサイズのバナーのこの枠を作る。でこの枠の上にどんどんこういうのを乗っけていって、
これ作っていくみたいなね、これを作っていくみたいな感じにしていくので、このまずね、こうどの範囲でそのデザインしますかっていう、キャンバスとかってね、なんかイラストレーターとかだと多分言ってるかなと思うんですけど、そういうのをこう作りましょうというものですね。はい。というわけで、このね、真四角のこのフレームを作りましょう。こいつを作るってやつ。はい。これを作っていきましょう。場所はどこでもいいです。はい。なんかこの下の方とかにね、なんかやってもらえればいいんじゃないですかね。なんかちょっと僕線引きますけど、ビーって、線が全然見えませんが。で、なんかこの辺、どこでもいいです。まずフレームを作りましょう。で、まずフレームツールっていうのがあるんですよ。僕めちゃくちゃ使います。もうこの中ね、枠を作るとかグルーピングするとかっていうのはこれ全部フレームってやつを使うんですよね。でそれがここの下の方にですねあります。フレームっていうのがありますので、こちらを押していただくとこうなんかバッテンみたいなものになるんですよ、カーソルがね。でこの状態でクリックを押し続けてこうビヨーンってね、こうビヨーンってこう範囲を広げていただけると、こうフレームのこの枠みたいなのがねこう生成されるんですね。クリック外せばこれがフレームを作るっていうことになります。まずちょっとね、何でも形いいです。フレーム作ってみてください。で、今僕の画面だとね、この右側にね、このね、サイズが出てるんだよ。このレイアウトってとこね。ここね、レイアウトってとこ。はい。これ今これ青い枠でこう囲まれてるでしょ。ね、この囲まれてる、これ選択されてるとこだ。この青い枠でやってるのは。ここもやるね。まずフレームのいじる前に。で、どうやって選択するのかっていうと、この一番左にこの矢印みたいな、こうカーソルみたいな、これが移動ツールっていうものになりますと。これショートカットで V って押すと、もう絶対どのところにいても絶対この移動ツールの状態になるので、これもかなり使うので覚えておいてほしいんですけど、 V ですね。このカーソルの形に似てるってなんか覚えてもらえるといいんじゃないかな、知らんけど。はいでこの状態だとこう選択してこう移動させたりとか、こういう選択ができるんですよ。このツールの状態だと。さっきのフレームの状態だともうフレーム作るよっていう状態なんで、この状態だとねこう選択とはできないんですけど、でもこういう大体なんかこういうツールでなんか生成したら移動ツールに戻るように Figma っていうのは作られてます。それぐらいこうデフォルトなポジショニングみたいな感じなんですね、この移動ツールっていうのが。なので、この移動ツールの時にこう選択をしたものの詳細っていうのがこの右側にね表示されるんですよ。はい、これ今ねこの青い枠を表示してる選択してるんで、右側にこのフレーム23っていう名前のフレームの情報が出てるんですよね。でこの位置っていうのは、なんか左上に X0Y0 っていうなんか一番真ん中みたいなポジションが Figma では僕も分かんないどこにあるのか設定されてて、そこからどれぐらいの位置にありますよみたいなものがここに表示されてます。この今の状態だとここは別に気にしなくていいです。なんか適当な数字になるはずです。で、見ていただきたいのはこの下の方で、レイアウトのところとか外観とか、塗りっていうところぐらいまで見ましょうか一旦。はい。要するにこの選択したこいつのフレーム23君の情報がねこの右側に表示されるっていうのをまず覚えておいてほしいです。つまり Figma っていうのは右側に結構なんかそういう選択したものの詳細が表示されるっていう風になってます。はい。これデザイン的にもね左から右にどんどんこう詳しくなっていくっていうあるんですけど、それにのっとったもので表示されてますと。で逆に言うとこの線のこのねラインツールで生み出したこのボーダーですね。はい。僕がさっきピーって線引いたこれをクリックするとまた別の情報ですね。はい。さっきこっち選択するとなんか塗りがFFFF っつってこれ白なんですけど真っ白のカラーコードなんですけど、こっちクリックするとね塗りがなくなって線ってところに0000っていうこれも真っ黒のカラーコードなんですけど、っていう情報とこの41っていうのはこの線の太さなんですね。はい。これをちょっとじゃあ例えばなんかちっちゃくするとこれどんどん線がこうちっちゃくなってくる、細くなっていく。でこう増やすとどんどん細くなっていくみたいな。はい、みたいな感じでこう選択したもののプロパティっていうんですけど、詳細っていうのが右側に表示されるんですよね。これをかなりまず覚えておくとどこで設定するのとかが分かるようになります。とりあえず右側にあります。右側に表示されてない今のこの状態ねの時とかは選択されてないって時なんで、選択するとねそこの内容が出てくるしいじれるようになるというのがまず基本としてあります。はい。ここねパネルプロパティパネルの説明ですね。これまず慣れるといいと思います。これねマジ大変なんで。だから逆に言うと Figma っていうのは選択したものごとに適した
この右側のねいじれる項目ってのが出てきてくれるんで、なんかそういう意味ではなんか Photoshop とか使ったことある方いると思うんですけど、まあそう考えると結構便利かなとは思います。ちょっと最近の Photoshop ちょっと僕触ってないんで分かんないですけど、結構ねツール使わないツールがごっちゃごっちゃあったんですよ。はい、まあっていう風になってますと。じゃあこのフレームの、サイズをねちょっと直していきましょう。次何のサイズにするかっていうとこいつですね。はい、これクリックしましょう。皆さん、はい、選択ツールでクリックしてみてください。なんか変なツールになってたらV を押してもらえればね、はい、選択じゃない移動ツールになると思うんで、でこれをねクリックしていただくとこの右側にねパネル出ますよね。でここにもねサイズ出てるんですよ。はい、ここね1920×1080 ってなってますよね。これが今これ選択してるもののサイズなんですよね。これ右側のパネルのレイアウトにも同じ数字が出てます。これつまり同じ数字なんですね。はい。これが今回作るバナーのフレームのサイズですね。キャンバスのサイズになりますので、この値に皆さんしていきましょうと、はい、いうところですと。はい、じゃあやっていこうというところで、多分初心者の方だと、ここのなんかね、これ右側のこの右とか紙辺の頂点じゃないな、点のところをこうつまんでこうやるとね、こうやってこうサイズ変えられるんで、なんかこの辺でこうピーってこう1920とかってやりそうなんですけど、まあね、やっぱこの右側のパネルで絶対的な数字でいじっていった方が、結構やっぱ正確になるし便利だと思うので、そっちにちょっと慣れていってほしいんですよね。なので今の場合だとこの選択した状態で W っていうのが Width っていうんだけど、この横幅ね、 W が横幅ね、で H はハイトね、高さね。これだからさっき言うと1920っていうのが横幅なんですよ。これ横ね、横が1920でこれ1080が縦なんですよね。これフル HD ってやつのこうサイズです。はい、16対9の比率です。そして、はい、この辺はなんか後々ねデザイナーになってくるとね出てくると思うんですけど、それはいいとしてなのでこれを、クリックした状態でやりますよ。この W にじゃあ1920とね入れてください。半角で入れてくださいね。はい、全角じゃ多分いけないと思います。全角いけんのかな。1080って言うと多分変換したらいけるんだけど、変換しないと、ね、認識しないんだよね。なので半角で1080って入れていただけると、はい、このサイズにビヨーンってなってくれました。23君が。で、本当に同じサイズになってんのって思った方はこれピーってねこう持ってって隣にね、はい、隣にピーって持ってってこうなんか移動させながらこうピタッてこう合わせてくれるんですけどね、Figma っていうのがちょっと白いんでねちょっと分かりづらいね。なんでこの塗りをね後半後ろ変えるとこうやって、はい、輪郭が分かるようになるので、大体同じサイズっていうか同じサイズですね。縦も一緒、はい、横も一緒という感じでなりますと。はい、これで OK なので、これで、はい、こうやってどこでもいいんです。はい、ここにね置いといてください。はい、ちなみに僕さっきねコマンド Z でこう進めたりね戻ったりしたと思うんですけど、じゃあこの位置に置いた後にやっぱモードそうっつってこうえいって戻るんですけど、こういうふうにコマンド Z、 いやその取り消しのショートカットありますよね。よくってエディターとかでもねいろいろ出てくる、こんなショートカット使ってもらうことができます。 Figma でも同様にね、ちょっとショートカットとか何って方はこういうのもあるんだぐらいでまだ知っといてもらえてるといいんですけど、この操作ミスったなと思ったらコマンド Z、 コントロール Z とか押していただけるとこうやって戻ったりできるんで、はい、それを覚えておくといいかなと思います。はい、では次にですね、もうこのフレームに名前を付けましょう。はい、どうやって名前を付けるのかっていうと、僕は毎度ショートカットでコマンド R ってやるとリネームの R かなと思うんですけど、はい、名前を変更できるショートカットが走ります。でこれ今走ってる状態なんで、これ打ったらこのフレーム23ってやつの名前変わるんだけど、みんなわかるかな。ちょっと僕ね今左側にレイヤーってとこになんかうわーってなんか見たくもない情報がうわーってあると思うんだけど、ここにね今フォーカス当たってるのあるよね。はい、これが今さっきコマンド R を押したらこのいじれる状態になったんですよね。はい、一旦ちょっとなんかこんな感じでつけることができますと。もう一回戻しますね。ただこれ選択してるだけだと別にねそういう状態になってないですよ。これの状態でコマンド R を押すと、はい、こういう状態変わったね。こう広げましょうか。ピヨーンってね、はい、もう一回押すとコマンド R、 はいってやるとこういう風に編集できる状態になるんですよね。はい、じゃあちょっと次はこの左側のパネルのね説明していきます。ここレイヤーパネルっていうのが主なメインになるところですね。ここレイヤーですね。
はい。で次、ページがここです。はい。まあ大体まずこの2つかな。あとこの名前のとこね。このファイルとかアセットとかあるんだけど、この辺はちょっとね、もうちょっとこう、後半の時に覚えればいいかなと思います。はい。まずこのページとレイヤーですね。ここちょっと説明軽くしていくんですけども、まずレイヤーですね。このレイヤーっていうのは、このファイルにある、これ全部ね、データがここ置かれてますよね。こう、ビヨーって、ビヨーって。ね。これら全部が、今これね、なんか選択されてる風に変わっていったじゃないですか。ここ全部表示されるっていうのがしてくれてるっていうのが、このレイヤーなんですよ。どういう要素が、この今開いてるデザインのファイルの中に存在しているかっていうのが、このレイヤーの中にうわーって全部あるんですよ。うわーってね、ほら、なんかね、ホバーしたらこれだよって教えてくれるじゃないですか、この右側ね。はい。みたいな感じになってるんですよね。で、ここ選択すると、今、これ選択してるよっていう風にこっちで表示している物体とレイヤーとしても今これどこを選択しているのかっていうのをこう表示してくれてる。ここがレイヤーになるわけなんですよ。でもさ、こんななんか選択する意味あんのみたいな。レイヤーって存在する意味あるのって思うかもしれないんで、もうちょっとだけ説明していくと、今回のね、このバナー使うときにこのレイヤーをね、ちゃんと分かってないとね、なんかこれ大変なことになるんですよね。例えばですね、じゃあこのフレーム23の中になんか丸と四角を作ってみたいと思います。丸とかをね、作るにはこの下のパネルの左から3つ目のやつを開くとですね、まず長方形っていうのがあるんで、これピヨーってね、やると、こういうふうになんか四角が生み出せますと。で次も同じようなところで、楕円ってやつがあるんで、これを選択してもらって、ビヨーンってやると、こうなんか丸がね、こう生成できるんですよ。はい。ちょっと分かりづらいんで、じゃあこっち色つけますね。はい。選択して、パネルで塗りってやつが、この選択している物体の、こうなんていうの、色を選べるみたいなね。はい、ものになるんですけども、はい、じゃあこれ青色にしましょう。で、こいつとこいつをね、重ねるとどうなるかっていうと、今こうなってるんですよね。要は丸が上になってるように見えるじゃないですか。じゃあこれレイヤー見てみましょう。はい、このフレーム23の中のレイヤーね、今これ選択してますけど、ね、丸が上にあるんですよ。はい、なので丸が上にあるようにここ表示されるわけなんですね、ここがね。はい。じゃあこのレイヤーね、こう位置変えれるのか変えれるんですよ。変えてみましょう。はい、丸をね下に置くと、はい、四角が上にあるように見えるんですね。はいっていう、まあなんか超初歩的なことをちゃんと説明してるんですけど、これを知っとくと、これ結構慣れるのが大変だと思います。最初はなんか変ななんか見え方してるんだけど、これ何みたいななってる時は、もしかしたらこうレイヤーとかね、こう冷静にこう見れるんで、見てもらえるといいかもしれません。はい。っていう風にね、レイヤーっていうのはこの今表示しているものの要素がどういう状態になっているのかっていうのを詳細に表示してくれます。はい。だからどういうこうなんだろう、構造ですね。はい。例えばじゃあこれとこれをまたフレームの中に入れることもできるんですよ。ちょっと入れてみますね。これも、コマンドオプション G とかやるとフレームの中に入れるんですよ。これグルーピングですね。はい。こういう風に一つのまとまりになりました。これ今、フレーム24っていうフレームを今作ってくれて、フレームを作るって今やったんですけど、ショートカットで。この23の中にフレーム24っていうのが入ってて、この四角と丸がいますよ。で、四角が上ですよ、みたいな感じなんですよね。こう分かりそうに、じゃあこれ線引いてみましょうか。はい。こんな感じでね。はい。こういうフレームの中に入ってるよっていう風になるんですけど、これ見ただけだと、なんかここになんか線引いてんのかなっていう風に見えなくもないじゃないですか。ね。こことか見えないじゃん。ここの線とかね。でもここ線引かれてんのよ。このフレームに。これちょっと、こいつをいじるとこうやってね。はい。なってんのよ。はい。で、この辺の詳細とかってこう見ただけではわからないでしょ。だから、この左の方を見てみると、こういう風にね、レイヤーで、これってフレーム24っていう中に入ってんだとかがわかるんで、はい。こういうのをね、レイヤーでこういう構造の詳細を確認できるし、詳細を編集することもね、できますと。はい。この位置をね、こう変えたりとかね、フレーム24の外にこの四角を今出しました。見た目は変わらないですね。ただこういう風に移動すると、この赤い線の上に乗りますと。なぜなら今上にあるから。で、これもう一回フレーム24の中に入れてみると、入れました。はい。これフレームだから変わんないんだね。はい。っていう風に今なりますと。はい。っていう風にですね、この見た目だけだとわからない詳細とかが、これ見てみるとわかるようになってくるよっていうものになっております。はい。という感じですかね。これがレイヤーです。
はい。じゃあ、レイヤーの名前、レイヤーを使って、フレーム23じゃねえや、23に名前を付けてみましょう。ちょっと長かったかもしれませんけど。はい。これ、コマンド R で名前を変更できるんですね。このレイヤーの、このものの名前ね、これ全部フレーム以外も変更できるんですけど、こうやってね、なんか、グループみたいな。これ日本語でもいいですよ。なんか、グループみたいな。全然、何でもいいですよ。はい。で、23ここね。で、このフレーム上じゃなかったらレイヤー上でダブルクリックしていただいても、こういう風にね、編集できるモードになってくれます。こういう風にね。はい。フレーム23みたいなね。23みたいな、はい、感じでやってもらってもいいですよ。何でもいいです、ここは。なんか好きな女の子の名前とかつけてください。って感じで、まあね、こういう風に、まずフレームがセットできましたというところでした。はい。今回ね、初歩的なこのプロパティ右側ですね。はい、この右側、はい、の話と、レイヤーの話を、説明することをやりながらね、このフレームのサイズを、ちょっとね、皆さんで一緒にやってみましたというところでした。はい。基礎的な概念の説明ですね。おっと、俺はページのことを忘れていたな。はい。もう一個ありました。この左側のパネル。このページっていうのがあって、今、これ、デフォルトだとページ1っていうところにいるんですよ。我々は。で、これね、何かっていうと、このデザインファイルの中に全く違う、この、なんていうの、世界を作れるんですよね。作ってみましょう。このね、ページを追加のこのプラスボタンを押していただくと、ページ2ってのができて、ページ2に行くと、レイヤー全部消えましたよね。全部なくなった。なぜかっていうと、何もないからです。ページ2の世界には。で、ここクリックすると、今、ページ1に今、切り替わったんですけど、ページ1の中には、こうやっていっぱいね、さっき作ったのがあるから、またこうやって出てくるという感じで、こうページの中に、なんか、複数のこう世界を切り分けることができます、Figma は。これ結構便利ですね。はい。なので、この辺もね、今回使わないんですけど、今後ね、使っていくので、こういうのもあるっていうのを覚えておいてくださいっていうので、この左側のパネルの説明になります。これで。はい、これで以上です。ごめんなさい。1個抜けてました。はい、というわけでね、まずここまでフレーム作るところまでやっていきました。はい。だんだんね、最初、もう言われても分かんないです。これもう何回もやることによって、もうどんどん慣れて使えるようになっていきますので、最初はね、とりあえずそういうもんかと思って、僕の動画を真似しながら、もうどんどん触っていくっていう回数を増やしていくことを、意識してみてください。もうこれがね、成長の近道です。Figma の使い方に関してはね。デザインもそうなんですけど、はい、というわけで次はですね、どんどんこのバナーに近づけるためにいろんな要素をね、このさっき作ったこのフレームの中にどんどん置いていきます。はい。で、サイズ変えたりとか、色変えたりとか、フレームで位置変えたりとかね、そういうのをして、この状態に持っていくっていうのをどんどんやっていきたいと思います。はい。というわけで、まず Figma ね、チュートリアル講座、バナーを作ろう。まず1本目、この感じです。終わりでございます。はい。次はですね、どんどん背景をね、置いたりとか、なんかロゴ乗っけたりとかね、人を乗っけたりとかしていきますので、引き続きご覧いただければと思います。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン押してください。で、チャンネル登録はね、まだやんなくてもいいんですけど、はい、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。はい。あとは、なんかシェアとかね、この動画、もし良さそうであれば、していただけるととても励みになります。で、あと僕ね、ボノっていうですね、UI デザインとか UI/UX デザインをちゃんと学べるオンラインの、学習サービスやっておりますので、そちらも概要欄の方に貼っておきますのでね、こちらもぜひ、もし興味を持った方いらっしゃったら、ぜひご覧いただければと思います。それではまた次やっていきましょう。バナーの続きをね。それでは。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。